サハール伝承。男性たちは、少年たちがしていたように首にイザールを巻き、預言者、サラー・アッター・イーライ・ワサラームと共に礼拝していました。そのため、預言者、サラー・アッター・イーライ・ワサラームは、女性たちに、男性が、礼拝、サラーと中にまっすぐに座るまで頭を上げないように命じました。サヒーフ・アルブハーリー362。ハディース解説。預言者ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれの共有の中には、極度の貧困と欠乏に至った者がおり、一枚の衣服しか持っておらず、それをイザールとして身につけたり、礼拝中に羽織ったりしていました。本来、イザールは身体の下半身を覆うものですが、彼らはそれを首の周りに結びつけ、肩掛け、リダーと死体の両方として、身体全体を覆う包括的な衣服として使っていました。これは当時の幼い子供たちが言っていたのと同様の着方でした。このことは、イスラームが必要に迫られた場合、その衣服が十分な大きさであるならば、一枚の衣服での礼拝を容易にしていることを示しています。しかし、衣服が窮屈であったり小さかったりした場合は、ブハーリーの神聖集にあるジャービル・ブン・アブドゥッラー・アッターが彼ら二人を喜ばれますようにのハディースにあるように、下着として身につけ、アウラ、隠すべき部分と下半身を覆って礼拝すべきです。また、女性たちに対しては、男性たちがスジュード、ヒレフシーから頭を上げた後、座ったことを確認するまで、頭を上げないように、と言われていました。これは、女性たちが男性より先にスジュードから頭を上げると、誤って、意図せずに男性のアウラを見てしまうことを防ぐためです。女性は男性の後ろに立つため、男性が立ち上がるときにアウラがあらわになる可能性があったため、女性はそのために頭を上げることを禁じられました。このハディースは、当時の男性たちの衣服が短く、それによってアウラがあらわになることがあったことを示唆しています。また、アウラから視線をそらす、ガットゥルバサル、ことの重要性を注意喚起しており、それは礼拝中において特に強調されるべきことです。このハディースから得られる教訓、アウラを覆う際の用心深さ。衣服が一枚しかない場合、それを巻きつけて全身を覆うことができるなら、死体としてのみ使うよりも多いとして優れている。女性が視線をそらすよう命じられていることの証拠。女性が男性の礼拝列の後ろで礼拝することの証拠。女性専用の場所がない場合、女性が単独で礼拝している場合は、イマームの動作に続く際に遅れる必要はないこと。